どうもこんにちは、デミコです。はい。いやー、今日は暑いね。いや、今日は暑いわけじゃない。私だけが暑いんだって。気温はね、16度。はい。気温16度。でも私、あちちタイムでございますよ。はい。じゃあね、今日はね、3日目っていうことで3個目のやつやっていこうと思います。はい。じゃあ今日はどれをやるのかっていう話ですね。はい。今日は、こちら。はい。で、例のごとく、すでに一つ案でございます。はい。どんな感じかっていうと、あほぼ同じでございます。はい。ほぼ同じになるんでございますですよ。これはね。これの場合は。真ん中だけですね。真ん中だけが潰れているだけで。他全部一緒ですね。こういうのもあるんだねっていう話で。あんで見ないとわかんない。いやいやいや、見たらわかるんだけど、パッと見た時に、ああ、こうなるなってわかるんだけど、大体ね。はいはいはい。今日はこんな感じでやってきました。なので、ほぼ一緒でございますよ。じゃあね、ちょっと、とっととこれをね、はい、やっていこうと思います。今日は、こっちですね。互い違いにくっつける予定なので、今日は479番。こっちでやっていこうと思います。はい。じゃあ、3日目。はい。普通に巻いて、細編み4つで、角っこ、鎖編み2つの四角を最初、四角の作り目編んでいきますよ。はい。じゃあ、1つ、はい。細編み、角っこ2つ鎖編み、1つ細編み、角っこ2つ鎖編み、1つ3つ目ですね。3つ目細編み、角っこ2つ、3つ、はいはいはい。で、次4つ目。はい、4つ目細編みで角っこ2つ。はい、で、キュッと引っ張って。で、今回は真ん中がね、こう、独立してるんでね、こうね。はい。なので、これ閉じます。はい。閉じた方が綺麗にできるんで、これで、こうか。こうですね。はい。閉じます。あれ針。あれ針。で、ここの細編みの頭の隣ですね。はい。隣、もう一個先っちょに入れます。で、新しく細編みの上に鎖目を作ってあげます。はい。こんな感じで閉じますね。閉じたら一回こっち戻りますよ。戻った方が目が安定しますんでね。はい。はい。こんな感じで。で、そしたらあとは、ね、閉じていってあげます。真ん中の方もね、しっかりこう閉じて、ギュッと閉じて、はい、閉じていただいて。で、そしたら、ぐるぐるぐるっと回すように、糸処理をサクサク、していただいて。よしよしよ。よしよしよ。はい。で、そしたら中心のやつもついでに糸処理をしてしまおうという話でね。はい。ついでついで、ついでに両方処理していきます。はいはいはい。はい。はい、はい、OK です。はい。で、そしたらちょん切ってもらって、ちょんちょんと、はい、ちょん切って。で、そしたら、また、今回はこの真ん中からですね。1、2、3といっぺんに3目あるんですけど、その真ん中に、向こう側を拾うような、半目、向こう側を拾うような、バックループですね。バックループの方の、を拾ってもらって、筋編みをするようにですね、拾いますね。向こう側。鎖目がこうあるやつの後ろ側をだけを拾う感じで針を刺して2段目いきます。はい、2段目。はい、抜いて止めて、はい、止めたらお隣の、はい、お隣の目に入れます。お隣の目に針を入れて細編みを1つ編みます。で、角っこ2つ鎖編み。そしたら、はい、1つに一つずつ筋編みをするように、筋編みですね。筋編みで細編みを3つ入れます。はい、3つ。はい、入れました。そしたら角っこ2つ鎖編み。そしたらここも同じように半目、向こう側半目を拾いながら3つ細編みを入れます。で、角っこ2つ。
はい。で、こっちも同じように。はい。一目に一つずつ細編みを筋編みで角っこ2つ。はい。で、ここ最後のところですね。最後のところ1つ細編みを入れたら、ここは立ち上がった目になるんで、立ち上がっただけで放置になってるんで、ここに最後細編みを入れます。入れる場所はこの白い糸が出てきてる根元にぐさっと刺して、ここに最後に細編みを入れます。はい。で、最後に細編みを入れたので、隣の目に針を入れます。隣の目に針を入れて、はい。で、次の糸ですね。次の糸を入れてきます。はい。引き抜いて、はい、3段目です。引き抜いて止めます。はい。止めて、ギュッと止めてもらったら、ここの引き抜いて立ち上がったところの目は最後にまたなんだ目を入れるので、隣の目ですね。すぐ隣の目に移動して細編みを1つで角2つ鎖編みで、この段も一目に1つずつ細編みを入れていくだけです。一辺が5目あるのでね、こういう感じで一目に一つずつ細編みをこの段は入れていきます。はい。じゃあ、早送りでいきますね。難しいことはないよっていう話でね。はい。入れたら、角っこ2つ。はい。こんな感じで、この段もずっと細編みを入れていきます。筋編みです。筋編みで細編みを入れていきます。はい、最後の辺のところは3つ入れたら4つ目がこの段で立ち上がったところですね。ここに最後の目を入れてあげます。ここも細編みになるので、この青い糸の出てる根っこですね。まずこの目の中に針を入れてキュッと上げると、ここさらにここから出てるっていうのがあるんで、ここの出てるところにぐさっと刺して、で次の糸を引き上げつつ細編みを編み入れます。はい。でギュッと引っ張って、はい。で次の糸持ったら隣の目に針を入れて引き抜いて立ち上がる。はい。引き抜いて立ち上がりました。でそしたら隣の目、はい、さらに隣の目、立ち上がった目は最後にまた目を入れるので放置です。立ち上がって隣の目に入れたら細編み1つで角、はい。でこの段も一緒ですね。ずっとこの段もひたすら細編みを一目に1つずつ、一辺が斜めあるはずなんで細編み入れるところがね、であとは角2つ鎖編みですからね、7つ細編みを入れたら角2つ鎖編み。はい、この段もずっと細編みを筋編みで入れてきます。はい、簡単。ここまではなんてことない、普通のモザイク編みでも何でもないっていう話ですね。筋編みひたすらみたいな。はい。1、2、3、4、5。はい。で最後の辺のところは5個今入れました。5個細編みを入れたら立ち上がりの目のところに来るので、そしたらさっきと同じようにここも細編みを入れるので、白い目が出てきてる根元にぐさっと入れて、次の糸を持ち上げながら細編みを編みます。はい。でこれでこの段は終了。はい。でそしたらまた糸チェンジをして、次の目に針を入れます。で引き抜いて立ち上がる。はい。でさらに隣の目、はい、に入れて細編み1つ、はい、で角、はい。でここの段は、5段目はどうするかっていうと、まず細編みを3つ入れます。1、2、3と細編みを入れたら、はい、長編みね、モザイク編み、これでございます。モザイク編みはね、モザイク編みの場合は細編みって言ったら全部筋編みです。はい。でそしたら次何やるかっていうと、引っ掛けて
この目、今編む予定だった目のところの下ですね。同じ糸、前々段の糸の筋のところに引っ掛けつつ長編みを編みます。はい、編みつけます。で、次、細編みです。また細編みを一つして、で、次また長編みですね。今入れたところここだからもう一つお隣ですね。ここね、一つ開けてお隣のここに引っ掛けてね、ここの目を編むんですからね、今回はね、この目の分を編むので、引っ掛けて、この目の下、まっすぐ下の筋に引っ掛けて長編みを編みつけると。はい、こんな感じになります。で、そしたら角っこまで3つ細編み。はい、3つ細編みをしたら、はい、で、これで角っこ2つ。はい、こんな感じです、この段は。まず3つ細編みを入れたら、はい、長編みで前々段の筋に編み入れてあげる。この前々段の筋っていうのは同じっていうか1個飛ばして前々段なので、同じ糸でずっと編んでる場合には同じ糸のとこの筋に引っ掛けるっていうことですね。1、2、3。はい、この段はこんな感じで、はい、やっていきます。はい。この段が終わる手前の長編みを今編み入れました。はい。で、そしたら一つ細編みが編めるはずなので、細編み一つ編んだら次が立ち上がりのところで、なので、ここも細編み入れるので、この糸が出てきてる根元ですね。ここまず目の中入れたらキュッと開けてグッと穴開いてるところにブスッと刺して。はい。で、次の糸を引っ張り上げながら最後に細編み。はい。ギュッと引っ張って。はい。糸チェンジ。次6段目です。6段目。お隣の目に入れて、引き抜いて立ち上がる。はい。ここは一緒ですね。ここは一緒でございます。で、隣の目にまたさらに入れて、細編みを1つ。ここはとにかくどの段も同じです。で、細編み1つで長編みを2つ編み、長編みじゃない。角っこの鎖編みを2つ編んだら、次は、ここも3つ細編みを入れます。3つ細編みを入れたら、長編みを下ろす。引っ掛けて、長編み。はい。で、細編みを3つですね。1、2、3と入れたら、また、はい。で、細編みを3つ編んだら、また長編みですね。はい。長編み。で、細編み3つ。1、2、3。で、角。はい。こんな感じです。もう一度。はい。1、2、3と細編みをしたら、長編みを引っ掛けて、編みつけて、で、細編みを3つ。はい。1、2、3。で、また長編みと。はい。で、細編みをまた3つ。はい。で、角。こんな感じで。はい。こんな感じですね。前段四角でこうやってポコッと出てる脇っちょにこう下ろす感じでいきます。はい。じゃあ、こんな感じで、何段目 ?6 段目。はい。6段目いきます。はい。最後の辺の長編みを下ろしたところまで来ました。そしたら、お隣もう一つ細編みが入ります。で、細編み入ったその後が立ち上がりの目なので、ここも細編みを入れるので、目の根元にぐさっとね、入れて、糸を引っ張り上げつつ、細編みをして、この段終了ですね。はい。こんな感じになります。はい。次、7段目。7段目は糸を変えて隣の目に入れて引き抜いて立ち上がる。立ち上がったらさらに隣の目に入れて細編みね、全部一緒ですから、全部一緒です、予定としては。どうかなあ、そうだね、全部一緒だね。とにかく端っこなんでね。でこうか、こっち側にね、はい回せばね、ねじれは解消されますからね。はい。で、そしたら角っこに2つ鎖編みをして、で、そしたらこの段はどうするかっていうとですね、
この段もそんなに難しくないよ。1、2、3と細編みを入れます。3つ細編みを入れたらまた長編み引っ掛けて、長編みを編みつけて、はい。で、5つ細編み。2、3、4、5。はい。で、長編み。で、角までまた細編み。はい。1、2、3ですね。はい。で、1、2。はい。これもこんな感じ。さらに外側に下ろす。そんな感じですね。そんなに難しくはございません。やってることはほぼ一緒。ほぼ一緒っていうか一緒ですわ。ね。この幅が違うだけで、前段、前々段と同じことやってますんで。はい。なので、3つ細編みを入れて、はい。で、長編み。で、細編みを5つ。1、2、3、4、5。はい。おいで、長編み。で、端っこまでまた3つ細編み。この段はこんな感じで。はい。はい。じゃあ、7段目はこれでやっていきたいと思います。はい。これでやっていきます。はい。で、最後の辺のところね、長編みを下ろして、隣もう一つ細編みをしたら立ち上がりのところなので、同じように細編みを編み入れます。はい。7段目終了。はい。次8段目。はい。8段目。隣に入れて、隣の目に入れて、引き抜いて、立ち上がって、ギュッと締めて、隣の目に入れて細編み。はい。で、角2つ。はい。で、次どうするか。次がちょっとね、あれですよ。1つ細編みを編みますね。そしたら3つ長編み入れます。前々段のこの鎖編みのところですね。鎖編みのところを拾わなきゃいけないので、間違えないように。ここじゃなくて、ここだ。間違えないように、鎖目の手前の半目の方ですね。鎖編みの手前の半目のところを引っ掛けつつ長編みをします。はい。で、隣はもう、細編みだったんで、普通に筋が出てると思うんですけど、角っこはね、ちょっと探さなきゃいけないかもしれないんだけど、まあでも他の目と同じように筋が出てるはずなんでね。はい。3つ長編みを入れます。3つ長編みを編みつけます。そしたら、3つ細編み。1、2、3と細編みをして、また真ん中に長編みで下ろします。はい。こんな感じですね。で、そしたら3つ細編みをして、はい。で、また3つ長編みを筋に引っ掛けて編みつけます。2、3、角っこですね。角っこね。これね。はい。で、最後に、この前段の鎖編みのところ、これ絶対忘れないようにしないとね。前段の鎖編みのところに細編みを1つ。で、角。はい、こんな感じです。これ何段目 ?8 段目。はい、8段目。はい、1つ角っこ細編みをしたら、はい。前々段のこの鎖編みをしたところの手前、半目手前の方ですね。出てるんで、筋で出てるんで、ここに引っ掛けて長編み。で、お隣は普通に筋があるんで、そこに引っ掛けて長編み。はい。こんなんで長編みを3つ入れます。はい。3つ入れたら、3つ細編み。で、真ん中も同じように1つ筋を下ろしてあげます。長編みね。はい。1、2、3と細編みをして、はい。はい。で、長編みを1つ下ろします。はい。で、3つ違う。はい。で、ここ、長編み3つですね。1、2、3。はい。長編み3つ。はい。で、角っこ1つ、細編み、角。はい。
というわけで、8段目はこんな感じで編んできます。長編み3つ連チャンで入れてきますよ。はい。はい。最後のところを1つね、3連チャンの1つだけ長編み入れました。で、次どうするかってことなんですけど、次のところが、ここ前段のところ、立ち上がりのところなんですね。立ち上がりのところ。立ち上がりのところは、この上の方にポコッと横に一筋とあると思うんですけど、ここに隙間がありますね。この隙間ができるのを避けるために、この筋のもう一つ下の筋、ここにあります。前々段の、細編みを最後にしたところ、ここが鎖編みをしたところなので、鎖編みの手前ですね。1個手前のここの細編みしたところの筋、こっち側を拾います。最後閉じたところのここの筋ではなくて、こことここが同じところになるんですよ。同じ目のところ重なってるところになるんですけど、こちらじゃなくてこっちです。下側の横の線、ここに引っ掛けて2番目の長編みを編みつけます。そうすると穴が広がらず、穴広がっちゃうとここね、ちょっとかっちょ悪いことになるんで、ここをね、上を取ると、きつく締めちゃったからちょっと取るの大変なんですけど、こういうことになるんですね。こういう風になっちゃう。ね。これちょっとかっちょ悪いんで、こっちではなくて、下のこっち側ですね。こっち側。筋の方です。細編みの筋の方です。最後に目を作ったこのね、引き抜いたところの目じゃなくて、ここです。はい。ここを拾って長編み。はい。で、最後の目なんですけど、ここが前々段で鎖編みのだったところね。で、ここがこの段の立ち上がりの場所。長編みそう、長編みするの。長編みするんですけど、このまま普通にやればいいです。はい。このまま普通にやればいい。ここは普段、っていうかさっきまでは細編みしてたとこなんですけど、長編みでこうかぶせるような感じになります。はい。で、この可能性があるから最初立ち上がってるだけなんですね、ここね。ここで立ち上がって、ここの目は長編みを編み入れるとこなのに、一番最初立ち上がりの目で長編みを編み入れるって、って感じじゃないですか。ね、やったことあります？私ないんですけど、はい。なので、立ち上がっただけでぐるっと一周回ってきて、最後に長編みを編みつけると。ね、こういう感じになります。はい。で、そしたら、この目はもうこれで編んじゃったので、放置でいいです。ここはもう放置。パカパカパカとしてますけど、大丈夫です。はい。大丈夫なんですよ。はい。で、その前に、最後に一引きする前に、ね、ここ最後、この一引きね、長編みの最後一引きする前に、ね、一番最後の目ですよ。ね、次の糸を引っ掛けといてあげますね。これで持ち上げときます。はい、こんな感じです。まあ無理やりやれとは言いませんが、やっといた方が後ろが綺麗です。はい。で、そしたら糸チェンジをして、隣の目、ここですね。この白いので編んできた一番最初の細編みの目の頭のところです。はい、隣の目、頭。ここに入れて引き抜きます。で、立ち上がる。はい、これでパカパカがなくなります。はい。これでパカパカがなくなってくっつくんで、これで OK です。これで同じことです。今までの段とね。で、隣の目に行ってね、ここはほら、立ち上がっただけですから。立ち上がっただけなんで、この目放置で、隣の目に移動して、細編みと。はい。で、1個、2個。こんな感じですね。はい。こんな難しいことはございませんよ。はい。で、この段の場合はどうするかっていうと、角っこ1つ細編みを編みます。はい。で、そしたら、このぽっちょりね、ぽちょっと出てるところ、同じように、鎖、ね、前々段ここ鎖編みのところです。鎖編みのところの筋に引っ掛けて長編みを1つ編みます。はい。こんな感じですね。で、そしたら、細編みを何個だ ?5 個だ。3、4、5と編みます。はい。で、そしたら長編み。長編みを入れて、細編みを1つで長編みと。はい。こんな感じですね。はい。こんな感じになってます。はい。で、また5つ
細編みを入れます。はい、5つ細編みを入れたら、この前々段の鎖編みやってたところに引っ掛けて長編みを入れます。で、一番最後の角っこに忘れないように細編みを入れて角、はい。ね、こっちの辺に入りますよ。一つ細編みをしたら長編みです。はい。前々段の鎖編みのところに引っ掛けて、筋に引っ掛けて長編みをして、で細編み5つ、1、2、3、4、5個。はい。で長編み。はい。で細編み、長編み。はい。で細編みを3つ、1、2、3、4、5。はい。でそしたらここ同じように角っこも長編みして1つ細編みをして角。はい。じゃあこんな感じで9段目編んでいこうと思います。はい。最後のところ5個細編みを編んできました。でここも前段と同じように最後の目のところ長編みになります。ね、立ち上がったところが長編みの目になるので最後長編みを入れて、で最後引き抜く時にはいね、長編み最後終了させる時に次の段の糸を持ち上げてあげます。はい。でそしたらはいこれで9段目終了になります。そしたら隣の目に針をまた入れて半目で入れて引き抜いて立ち上がると。はい。引き抜いて立ち上がる。そしたら隣の目に行って細編み1つで角。でこの段はじゃあどうするかっていうと、これ何段目さ、10段目さ。10段目はどうするかっていうと、はい、角から3つ細編みをします。1、2、3と細編みをしたら次5つ長編みです。で長編みを編むときはコツとして長編み5つの真ん中あたりを少しきつめ、気持ちきつめに編んだ方が綺麗に揃います。どういうこと？これを普通の感じで編むとこう編んだ時に真ん中が少しこう盛り上がった感じになってしまうので、それをなるべくまっすぐにするように、はい、ここ細編み今3つ編みました。細編み編み入れたんですけど、長編みの連チャンの時は端っこは普通な感じ、むしろ少し気持ちゆったりめかもぐらいに編んだら、次からは少し引き締め気味で、3つ目真ん中ね引き締め気味、4つ目少し引き締め気味、はい。で最後は普通に編むとね、こういう感じで最後3つ1、2、3と入れたら角、はい、こういう感じになります。はい。でこれを同じように編んでもまあ3つぐらいだったらまだ大丈夫。でも5つぐらいになったらそうやってちょっと真ん中を引き締め気味に編んだ方が、じゃないとこれがこうボワーンと、今ちょっと調整するけどこういう感じになっちゃうんですよ。極端にやると、何も考えないでやると気味になるのね。こういう感じ気味になるから、それをちっちゃい数のちっちゃいうちから覚えた方がいいかなと。ね、で数がいっぱいになった時に前回そんな感じだったと思うんですけど、あれなんか形が綺麗じゃないみたいなことになりかねないので、はい、2、3と編んだら細編み3つ編んだら5つ長編みですね。ね、ここは普通な感じで編んで、次少し引き締め気味、はい。
で3つ目引き締め、はい、で4つ目引き締め気味で5つ目普通な感じいう感じでね、もう気持ちの問題なんですけど、気持ちでねそう思いながらやっていくと手が勝手に動きますからねはい、私はそう思ってるんですけど、まあ実際にそうやってやってるんですけど、力でもはいね、普通に1つ目は編んで、はい、で2つ目が気持ち引き締め気味、はい、気持ちね、気持ち引き締め気味、はい、3つ目引き締め気味ですわ、はい、で4つ目気持ち引きしあれ気持ち引き締め気味で5つ目普通な感じ、はい、こういう感じです。1、2、3、はい、でカードはい、わかりますかね。こういう感じでやっていただければここは割とまっすぐになると思うので、まあ実験組んで普通にぼーっとあれですよ、みんな同じような高さで編んでみたら一目瞭然だと思います。多分そうなると思います。ボワンと少し膨らむ感じになると思うんで、じゃあこんな感じでこの段編んでいきます。5つ違うや3つ細編みをして5つ、長編みですね。で3つまた細編みをして5つ、長編みをして3つ細編み、こんな感じです。なんかスルスルすんだわこの糸が、もう本当にアクリルっちゅうのは、はい。はい、最後のところ5つ長編みを入れてきました。そしたら1つここで細編みをして、最後ここ立ち上がったところですね、立ち上がったところの目も細編みなのでぐさっと入れて根元にぐさっと刺して次の糸を持ってきつつここを閉じます。はい、ギュッと閉じてギュッと閉じて、はい。でそしたら今これで10段目まで編んできたので、この白はもうここで終了になるんで、ここでちょん切ってください。でちょん切ってピューと出して、で最後の段の縁をきれいに出すために最後閉じます。鎖目の閉じ方でやるんですけど、ここが次の細編みのとこですね。次のっていうか一番最初に細編みを編み入れたとこですね。ここに新しい頭を作ってあげるので、隣の鎖目のところに針を入れて鎖目で閉じます。はい、閉じてあげます。はい、ぶっ刺して、で頭を作ってあげたらきれいに整えたらこっちに戻します。こっちに戻して目をこれで安定させて、でそしたらまあほんのり糸処理っていうかね、こっち側に流した後編み込んでいけばいいですから、そんなに長いこと刺す必要はないんですけど、はい、こっち流してあげて、はい、こんな感じで、はい。でそしたら今閉じたところがここで新しく頭作ってあげたところがここになるんですけど、この新しく頭を作ってあげたところの目に半目でぐさっと刺してこの糸を拾います、ね、引き抜いて止めます。ギュッと止めて、でそしたら隣前段の鎖編みのところですねのところに針を入れて細編みを1つ編みます。で角、はい。でそしたらこっちの目に行って、もうここは最後なので1目に1目ずつ細編みを入れるだけでございます。はい、流したやつを拾いつつ、はい、ここ拾いつつ編み込んで糸処理をしながら糸処理をしながら、はい、細編みを1目に1つずつ筋編みで入れてきます。これが最後の、1周11段目ですね。11段目こんな感じで進めて1周刺してきます。はい、最後の段です。はい、最後の目まで編んできました。で
最後ここ立ち上がっただけなので、最後のここにも細編みを最後に入れてあげて、はい。で、これで終了ですね。はい。ちりゃんでまいりましたので、ここで終了になります。ピュッと引っ張って、で、さっきと閉じ方は一緒ですね。ここの一番最初に細編みをしてあげたところに頭に新たに目を作ってあげる感じなので、さらにその先のところに針を入れてあげて、鎖目をすくうようにね、こうね、鎖目すくうように入れてあげて、でここで閉じます。はい、閉じて、閉じる時は必ず2本取りでね、こう2本ちゃんとピュッピュッと2本拾うように針を入れて閉じたら、はい、綺麗に閉じて1回こっち戻します。戻して、はい、であとは糸処理、お好きなように糸処理をしてください。はい、でこんな感じで糸処理を、まあ適当でいいんですけど適当に、はい、いい感じで、どうだろう、大丈夫だね。はい、もうちょっと先までくにくにくにっとくにくにっと入れて、はいはいはい、こんな感じでよし。でそしたらあとはちょんちょん切るだけですわ。はい、切って切って切ってはいはい、どうでっしゃろ、できました。なんか結構糸がこういい感じのところが続いてるわね。サイズ的にはこっちのが少し小さいな、ほんのり小さいけど、本来だったらほんのり小さくできるぐらいがいいんですけど、まあ大体一緒ですけどね、大体一緒なんですけど、少し小さめの方がいいんです、私的には。後でこう合わせるのことを考えるとね。はい、こんな感じでできましたね。これだとなんか少しでかい気がするんだよね。まあでもまあ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 いいですよ、別に。うん、はいはいはい。まあサイズはね、もう本当に毎回なんか違う感じだわ。同じモチーフが出たってね。はい。はい。じゃあちょっとね、見比べてみようと思います。まあね、ある程度ね、あれですから、なんだ、アイロンでやるときにいくらか調整できますしね。はい。はい。サイズ的には、いい感じですね。サイズ的には。こちら、これとこれですね。今回はね。もうほぼ一緒ですわ。ほぼ一緒。いい感じでできたんじゃないですかね。ほぼ一緒っすよ。はい。まあまあ、こんな感じです。3つ目できましたよ。はい。次。ね、次回はこれです。これがね、どんな感じかなね。まあまあまあ、そっくりにはできませんよ。ここ白抜きになってますんで。はい。まあでも、ほぼ、うん、なんかちょっと雰囲気変わりそうだな。まあいいや。じゃあ4回目はこれでやりますよ。はい。とりあえず3回目、ここまでやってまいりました。はい。というわけでね、今日もね、ここまでね、ご覧いただきましてどうもありがとうございました。またね、私ね、これ続けて16回連チャンでやっていって17回目にね、バーッとまとめるっつってね、やってるんですけど、まあ、こればっか続いても面白くないんで、途中ところどころでなんか別のものを挟むかもしれません。はい、かもしれません。はいはいはい。こればっかじゃね、ちょっとね、なんかつまんないかなってちょっと飽きるかなと思ってね、でそれでいろいろ考えてるんですけどね、何やろうかなっつってね、いろいろ考えて、まあまあそのことはどうでもいいね。はい、それはおまけの話だわ、そんなんね、おまけでする話なんでね。はい、というわけで、じゃあね、次の動画でね、またねすぐにお会いしましょうということで、本日はここまで。ではさよなら。なんかちょっと小さめに編もうかなと思ったら、ほんのり小さめに、本当になんか本当結構、まあそこまで小さいわけではないけど、まあほぼ一緒ですわ、ほぼ一緒。でも11センチに抑えたいな、本当は。11センチに抑えたいね。まあそんな気持ちが出たのかななんてちょっと思ってるんだけど、どうよね。まあ合わせるのは問題ないよね。はいはい。でそれでさっき言ったことなんだけども、これはね、まあもちろん続けてやっていくんですけど、続けてやってけど、まあ途中でこうところどころなんか違うやつちょっと入れようかなと思ってるんですよね。でもう夏終わりじゃないですか。9月
9月ですわ。もう半ばにかかってきましたよ、9月のね。そう。それでね、またね、雑談みたいな感じになっちゃいますけどね。今日でね、実は今日撮影してるのが、今日はね、9月の8日。9月の8日です。はい。この動画がいつ出るのか分かりませんけれども、今日撮影してるの9月の8日なんですよ。ね。パラリンピック最終日でございます。はい。で、パラリンピックの話をちょろっとしようかな。ね、おまけっちゅうことで、じゃあおまけ。ということでね、私ね、今回はね、パラリンピックをね、結構ね、常に見てるわけじゃないんですけれども、食事をする時だったりとかさ、サロンにいる時だったりとか、うちずっとつけてるんですよ、テレビをね。うちの家人が見てるもんだから。で、それでね、チュルチュル見てて、で、今回パラリンピックで見ててね、いや、一番見てて面白いのはバスケットボールなんですけど、もちろんね。でも、それ以外のやつでね、こんな競技あるのとか思って、で、パラリンピックどれぐらいの人が見てるか分かんないんですけど、私ね、今回見ててね、こんな競技あるんだと思って、だからね、ハンディキャップの人たち向けにもそういうスポーツがあるんだと思うんですよね、こうやってやってるってことは。ってことは普段日頃からそういう、ゲームをなんていうの、ゲームとかそのスポーツをね、ゲームとしてやってるのか、それともオリンピックとかその競技大会のためのそのなんていうの、ハンディキャップの人のためのその競技としてのスポーツとしてやってるのか、それとももともとハンディキャップの人たちが楽しむためにやってるそのゲーム用のスポーツっていうのかな、なんて言ったらいいのかな、だから競技用じゃなくてね、そういうのでやってるのかなと思って、ちょっとだって普通もともとのスポーツの発祥ってそういうことじゃないですか、言ったらね。もともとは楽しむ、競技って面もあるけれども、もともとは楽しむためだけど、そうやってやってたものをああいう大会とかやって競技っていう形になるわけじゃないですか。パラリンピックの競技って言うからそうなんだけれども、スポーツとして楽しむね、競技っていうよりも純粋に楽しむためにやってる人っていう、その競技人口っていうんですかね、いわゆる競技人口っていうか、どれぐらいいるんだろうとか思って、ちょっとね思った。だってこんなのやってんの、こんなの見たことないよっていっぱいあるじゃないですか。例えばその目のね見えない人たちの、不自由な人たちのサッカーとかって、なんかね、あれでしょ、サッカーボールが音が鳴るようになってるんですよね、ああいうのってね。で、そうだったりとかして、わかるじゃないですか。それはもともとのサッカーっていうスポーツがあって、それを目の見えない人のためにこうちょっとアレンジしてとか、バスケも車椅子用のでこうちょっとアレンジして、ルールとかもアレンジしてると思うんですけど、詳しくは知らないけれども、でいろいろあるじゃないですか。100メートルとかはね、ほら単純じゃないですか。幅跳びとかああいうのはほら単純だけれども、そうじゃなくって、そのハンディキャップの人たち用のそのもともとあったスポーツをアレンジしたものってのはいくらでもあるわけですよね。サッカーだってコートだって広いコートでやるわけじゃなくて、もっとちっちゃいね、フットサルみたいな感じのねサイズでやるわけじゃないですか。でバスケは普通に同じなんだけれども、それ以外にも、あとは例えばバレーボールで座りながらやるやつみたいな、あれやったことあります？座りながらやるっていうか、一応新商社のバレーボールって皆さんこう足が不自由だったりとかっていう感じで、こう立てない人たちがやるのか、立てないっていうか座ってやるんですよね。やったことあります？私やったことあるんですよ、実は若い時にあれ。だから昔からあるんですけど、あれはやったことあるんですよ。結構面白いですよ、あれ。座ってやるバレーボールってね、結構面白かったなと思って、でうちの家事もやったことあって、その話をしてたんだけれども、座ってやるバレーボールってコートはちっちゃいんだけれども、ちょっとね普通のバレーボールよりもね、でもちろんネットも低いんだけれども、あれ結構楽しいんですよ座ってやるのって。だから健常者でもね、あれ欲しいなって思うぐらい結構ね楽しいんですよ、和気あいあいと。競技としてやるっていうよりもなんか楽しんでやるっていう感じだから面白かったんだけれども、一回とねそういうのがあって、これってもともとじゃあ、私それやった時にそれが新商社用のものだとは思ってなくてやってたんだけれども、今じゃあ逆だか分かんないよ。だからもともと座ってやるバレーボールがその新商社向けになったのか、もともとは新商社のそのバレーボール、ハンディキャップの人たちのバレーボールが普通の人たちがやってたのか、ちょっとその辺は分かんないんだけれども、意外と面白いんですよ。だからね、ハンディキャップの人たち用のスポーツって健常者の人がやっても面白いのっていくらでもありそうだなと思ってちょっと見てた今回。
あれだって目を隠してサッカーとかさ、あの人たちはもともとの人もいれば、途中でねその目が不自由になっちゃった人たちももちろん両方いると思うんですけど、でも私たち健常者みたいな人たちがもう見えるのが当然でやってる人たちがあれをやるのってすっごい難しいんだろうなと思って、それをやろうとは思わないけれども、それをじゃあ健常者がやったらって思ったりはあんまりしないけれども、そうじゃなくてね、お座りバレーボールとかね、ちょっとね普通にみんなやってみたら楽しいと思うよ。いやほんと楽しかったあれは。なんかねあれね、いやでもまあそういうサイズのコートとかもなかなかないからね、普通にやるって言ったって難しいのかもしれないけど、まあなかなか見てて楽しいです、パラリンピックというわけでございます。なんかね日本人でも頑張ってる人いっぱいいるし、もちろんいるしね。でまあメダルの数は全然私はパラリンピックのもうほとんど追ってないんですけど、純粋に見てて楽しいし、なんか例えば知的障害のある人とかもね中にはいるから、でそういう人たちが勝つの見てるとすっごい本当に嬉しそうで、それ見てるとなんかほっこりしちゃうっていうかね。だからなんかこうギスギスした感じじゃなくて、競技って言ってもなんかこの緊張感あってってそういう面はあるけれども、でもなんかそういうのを見てるとなんか微笑ましいなとかね、なんか楽しそうだなと、やってる本人もすごく嬉しいんだろうし、なんかほら普通のなんか別にこれは差別じゃないですよ、差別じゃなくてね、なんかちょっと格好つけちゃうところってあるじゃないですか、普通の人って。なんか勝ってもいやそれは嬉しいですよ、純粋に嬉しいっていう気持ちをこう出してもいいんだけれども、そうじゃなくて本当に例えばその知的障害の人とかっていうのはさ、なんかさ、もう純粋じゃないですかなんか喜びを本当に体全身でこうなんて言うんだろう、こう表現するみたいなところがあって、それ見てるとなんかついつい笑っちゃうっていう、笑っちゃうっていうかニヤニヤしちゃうっていうかね、こっちもなんか嬉しくなっちゃうっていうかね、見ててね。なんか普通のオリンピックとは違ってパラリンピックってなんかいろんなところでそういうなんか障害を持った人たちがやってるっていうところで、なんかそのすごい苦労とかあんのかなとか思っちゃうとね、そういう人たちが勝つのを見るとなんかあれですよね、国とか関係なくって、なんか見てて嬉しいなとか楽しいなとか思えるんで、なんかね普通のオリンピック見てるよりもね、なんかね全然純粋に見てられるっていうか対抗心とかそういうのなくて、純粋に国とか国対抗とかそういうの関係なくって、なんか見てられるからちょっと面白いなと。でもなんかバレーじゃねえや、サッカー見てたんですよ、サッカーね。長くなってごめんね、ごめんね。サッカーのあれ見てたんですけど、最後決勝かな、アルゼンチンとフランスだったんですね。フランス勝ったんですけど、で試合見ててね、アルゼンチンってね、そうなんだって、目の不自由な人たちのサッカーでもアルゼンチンサッカーってアルゼンチンサッカーなんだなみたいな意味わかります？意味わかりますかね。一生懸命ファウルをこう取りに行くみたいなね。なんか一生懸命ペナルティ取りに行くみたいなところがちょっとあって、なんかやっぱりこういうのって国民性っていうか気質っていうか、もともときっとサッカーをやってた人がねちょっと目が見えなくなっちゃったりとかで、もともとサッカーのねほら国だからさ、目悪い人だってサッカーやるだろうし、でもなんかメンタリティ的にはやっぱりああいう感じなのかなみたいなそんなところがありましたけどね。でもとにかくフランスが勝ちましたので今回はね。そんな感じでございます。はい、パラリンピック楽しゅうございました。次回はなんだ、ロサンゼルスですか。はい、ロスでどうなるんだろうね。いや、オープニングはね、ちょっと今回パリのオープニングはだったしね、どんな感じになるのかなと思いましたけれども、4年後どんな感じ、自分もどんな感じになってるか分かりませんしね、ちょっとある意味変な意味で楽しみにしたいと思います。ということで、おまけ長くなりました。はい、じゃあね、そういうわけで、はい、また近いうちにということで、じゃあね、バイバイ。